ミニライブ 2DRS の開発によって得られた経験と題して発表させていただきます。よいしょ。まずは自己紹介したいと思います。平野翔と言います。GitHub ではアホガッパという名前でやっています。で、ヘイ株式会社で、レイルズエンジニアとして働いています。ちなみに、ヘイは10月からストアーズ株式会社へと、社名変更しますので、何卒よろしくお願いします。ラストについてなんですが、ラストは業務で使用したことはなくて、個人で勉強中という形になっています。で、ちょうど今年で、勉強を始めて1年目というぐらいの、感じです。はい、今日のお品書きです。まずは、開発しているこのミニライブ 2DRS とはどんなものなのかというものについて、デモを通して説明していきたいと思います。で、次にライブ 2D っていうのはどんなものなのか、ライブ 2D コアライブラリっていうのは、どんなものなのか簡単に説明していきたいと思います。で、その上で、今回開発するにあたって、このラストを選んだ理由と、そこから開発した経験から得られたことをちょっと話してみようと思います。で、最後に、ミニライブ 2DRS を今後どうしていきたいかについて話していきたいと思います。はい、まずはデモを見ていただきたいんですけど、そうですね。いつものカーゴランで動くようになっています。読み込みに時間がかかります。よいしょ。よいしょ。おっとっとっと。よいしょ。戸惑っております。はい、こんな感じですね。こんな感じで、可愛らしい女の子がアニメーションするようになっています。よいしょ。よいしょ。はい。で、ライブ 2D とは、先ほどの、ライブ 2D というものなんですけど、画像データをこう 3D の動画のようにアニメーションさせることができるという技術になっています。で、主にこうゲームとか、あとは最近だと VTuber とかのこうキャラクターのアニメーションさせるときとかによく使われてたりしています。で、ライブ 2D はゲームとはすごく相性がいいので、ゲームエンジンである、Unity だったりとか、あとはウェブブラウザ向けの公式の SDK が配布されてたりしています。で、この用意されているこう SDK を使わずに、こう好きな言語だったりとか、あるいは好きな環境向けにこう自分で作りたいっていう場合は、Live2D のコアライブラリっていうものを使って実装することができます。で、これは、Live2D でこうアニメーションするときに必要な、最低限の API だけが提供されているっていう形になっています。で、Live2D のコアライブラリは何をしてくれるのかというと、こう入力に対して、こう頂点だったりとか、UV っていうところを、こうアニメーションに必要な情報を計算するだけのシンプルなライブラリとなっています。なので、コアライブラリを使って実際にこう画像を先ほどのようにアニメーションさせたいっていうときは、この API を使うだけじゃダメで、例えばメモリの確保とか、あるいはこうアニメーションの管理だったりとか、あとレンダリングとかみたいなところは全部自分で実装しないといけないっていう仕様になっています。で、またこのメモリの確保についてなんですが、このコアライブラリからその確保するメモリの量とアライメントっていうのが指定されるので、こう指定通りにこう確保して、そのポインターを渡してあげたりとか、あとはレンダリングの部分であったら、こう GLSL っていうこう、シェーダー言語ですね。それを自分で書く必要があったりとか、あとは、髪の毛とかスカートみたいなこう揺れるものがあるものについては、こう物理演算っていうものを自分で実装する必要があるなど、いろいろ自分で書かないといけないコードが多いんですね。で、今作っているこのミニライブ 2DRS なんですが、まだ本当に画像を読み込んで、先ほどのようにアニメーションさせるっていうぐらいまでしかまだ実装できてなくて、物理演算だったりとか、こう画像のマスク処理みたいなのがあったりするんですが、そういうものとか、あとはアニメーションの管理っていうところがまだ全然実装できていないので、これからどんどんやっていこうと思ってます。で、ちなみにそのコアライブラリを使った、C++ のこう公式のフレームワークがあるので、ミニラブ 2DRS っていうものは、この
これを参考に、ラストで再実装してるっていう形になっています。で、以上を踏まえて今回ラストを使って実装した理由を挙げていきたいと思います。はい。ラストを選択した理由は、以下の4つになっています。1つ目は早くて安全であること。2つ目はメモリのバグが混入しにくいこと。3つ目はモダンな文法であること。最後に日本語の情報が多いということです。で、ラストっていうものは、動作が結構早くて安全であるっていうところは、広く知れているところだと思います。で、ライブ 2D っていうのは、先ほどの見ていただいたように、画像データを変形させてアニメーションにするんですが、リアルタイムに画像データを変形させていくっていうところ、変形させていくんですね。なので、滑らかなアニメーションを常に出したいってなった時には、ある程度速度が出るような言語が望ましいと思います。とはいえ、その速度を出すために、すごくチューニングみたいなことをしたりすると、すごい危険なコードになりがちなんですが、そこをラストっていうものは、ある程度安全にしてくれるっていう側面があります。で、口実しますが、メモリに関しては、ライブ 2D で確保したデータを開放するときに、順序が決められています。この順番で開放してくださいっていう順序が決められていて、GC とかがある言語だと、勝手に開放されないようにとか、あとは順番どうするんだみたいなところがあったりして、ちょっと複雑になるかなと思います。で、2点目の、メモリに関するバグが混入しにくいという点についてなんですが、Live2D は、MOXD というファイルが、あって、それにモデルのデータが全部格納されています。で、このファイルを直接メモリ上に、展開するんです。読み込んで展開するんですが、これの展開したデータを直接参照して計算したり、あるいはここに展開されているものを直接書き換えたりすることによって、画像データの頂点だったりとか、UV のようになっています。で、この MOX3 ファイルの、データをメモリに展開したときに、2つのポインターが返ってくるんですが、この MOX3 ファイルを展開する実装も、開放する実装も、Core ライブラリの使用者が実装する必要があります。で、この2つのポインターが確保するメモリのアライメントと開放の順番を担保するように求められます。で、これはちょっと自分にとってはすごくハードルが高くてですね、特に開放の順序の担保についてはすごくバグが入りそうだな、嫌だなっていう感じがしていました。ですが、ラストを使った時の解説はすごくシンプルでした。ラストの場合は、ストラクトのフィールドの上から順番に解放されるっていうルールが明確になっているので、2つのポインターをまとめて持っといて、先に解放したいものを上に持ってくるっていうだけで解決しました。あとは、使われなくなった時に解放するだけなんですが、解放といっても、ラストって、寿命が終わると勝手に解放してくれます。勝手ではないですけど、勝手に解放してくれます。なので、直接、このタイミングで解放してくださいっていうコードを書く必要がないので、解放の忘れもありません。ということで、ポインター間のこの解放の順序を担保しつつ、解放忘れもしない。きちんと解放することができるような実装にできました。で、今回の例で言えば、特別に順序を管理したりとか、あるいは先に解放されないようにするみたいな、特別な管理をするようなコードとか条件を一切書くことなく、動かせるように実装できたっていうところがすごく、ラスト使って楽だったなという点です。で、3つ目の、モダンなシンタックスであることなんですが、普段、業務でレイズを書いているので、Ruby を書いています。なので、メソッドチェーンで処理をどんどん記述していって、プログラムを書いていくことができるっていうのはすごく自然なことでした。自分にとってすごく自然な、プログラムの書き方だなというふうに思いました。で、あとは、Core ライブラリのデータは、頂点情報が集まった配列のポインタと、その配列がどれぐらいの長さなのかっていう要素数を、提供する API っていうのが別々にあります。で、これらを使って各データにアクセスして処理していくっていうものが、かなり多くあります。で、この配列と、要素数から
イテレーターっていうのを作って、イテレーターを実装して、で、フォアを使った、繰り返しにすることによって、安全かつ明示的に、この各要素に自然に処理することができるっていうのが、書くことが、ラストには可能だったことになります。なので、やりたいことっていうものを自然に表現できるっていうところはすごく強みだなっていうふうに思いました。で、文法以外にも、このカーゴの操作が非常に簡単。先ほどのデモでも見せたように、カーゴランってやるだけで実行できる。コンパイルから実行までできるっていうところで、非常に簡単です。で、簡単すぎるので、ちょっとコンパイラーである、本当のコンパイラーであるラスト C のことがほとんど自分はあんまり詳しくないんですが、ほとんどわかんなくても使えるところがいいっていうところは、利点の一つでもあるかなと思います。で、またVS コードに提供されている拡張の出来っていうところがすごく良くて、本格的にラストを使い始めようと思った時でも、大体1つか2つほどの拡張を入れるだけで十分に使えるようになるというところもいいポイントだと思います。ちなみに私はアナライザーとコード LLDB だけ使って書いて、いますが、全部開発からデバッグまでできます。で、最後に、ラストの日本語の情報っていうところはすごく充実していると思います。公式のリードブック、ザ・ラスト・プログラミング・ランゲージっていうのがあるんですが、これはもちろん日本語にも翻訳されていますし、ラストの関連書籍っていうのも多く出版されています。で、ちなみに私はラストという名前がつく本は大体買っていて、いつも読ませていただいております。ありがとうございます。で、あとは、私はちょっと恥ずかしいから英語があまり得意ではないので、まず日本語の情報っていうところからよく探しがちなんですが、今回の開発ではほとんど日本語の情報だけで、問題とかは解決できていたと思います。で、例えば先ほど出てきたアライメントのようなちょっと少し踏み込んだ内容についても、検索するとラストでどうやってやるのかみたいな部分について日本語の情報が出てきたりします。で、ラストってよくシステムプログラミング言語であるから、いろんなことができるって言われますが、アライメントについてもしたいっていう場面がよくあると思います。とはいえ、ほとんど、そのコードとして出てくるかなみたいなところはちょっと疑問だったので、ちょっと英語の資料頑張って読むかみたいなところをちょっと覚悟したんですが、これについて調べても、日本語で情報を書き残してくださっている方とか、翻訳してくださっている方が多いっていうところがラストの日本のコミュニティの強さっていうところをすごく感じました。で、最近はラストの日本コミュニティは、スラックじゃないか、今、ズリップってところに移動しましたが、こちらで日本語で気軽に質問とか交流できるっていうところもすごくいいポイントだなと思います。で、次にラストを使って得られた経験なんですが、これ一言で言えば、初学者こそラストを始めるべしというふうに思いました。理由としては2つあって、1つ目はコンパイラーのメッセージがすごく丁寧であること。で、2つ目は周辺知識を多く学べることができる点です。で、1つ目の、メッセージがすごく丁寧についてなんですが、ラストの標準的なコンパイラーであるラスト C なんですが、これすごくコンパイルメッセージが丁寧です。で、この行のここが間違ってますっていう情報だけじゃなくて、もしかしたらこう書きたいんじゃないとか、こう直したらいけるんじゃないみたいな情報まで全部提供してくれるっていうところがすごく丁寧だなと思います。ラストを勉強して書き始めた時は、すごく、コンパイラーにしょっちゅう怒られるんですが、このすごく丁寧なエラーメッセージと、そこに付随するエラーコードから飛んで見れるサンプルコード事例みたいなところがあるんですが、それをよく読んだりとか、何回も間違ったりすると、だからかみたいな、なるほどねみたいな場面がすごくありました。で、そういうのを経験していくうちに、このままだと、コンパイラーに怒られそうだな、あのエラーメッセージになりそうだなみたいな当たりがつけられていくと、さらに成長も実感できるかなみたいなところがあったりします。で、具体例で言うと、今2つ出しているんですが、セルフにミュータブルにできませんっていうエラーが出ているんですが、普通、一般的なコンパイラーはここでミュートにできませんよぐらいまではよく出ると思うんですが、このラスト C では、ここでミュート使ってるからできないんだよっていうふうに出て、かつ最後に、こ
このミュート外したらっていうところまでちゃんと最後まで説明してくれるっていうところがすごく丁寧だと思います。で、もう1点あるところが、えっと、この getNormalize Parameter Value ってところは、ストラクトのフィールドになるんですが、ここに関数のポインターを入れていて、で、その、ポインターから直接関数を呼び出そうっていう、やった時に起きたエラーなんですが、ここをそのままこうカッコで後ろにポンってつけただけでは実行できないっていうことを初めてこの時で知ったんですが、こういうエラーが出て、ちゃんとカッコつけないと、ファンクションを呼べないよっていう風に何がをやろうとしてるのかみたいな部分で、なんかすごく考慮してくれて、エラーメッセージを書いてくれるっていうところがすごく、丁寧だなっていうところがあります。よいしょ。はい。で、ラスト、システムプログラミングで、システムプログラミングとか低レイヤーのような、複雑なプログラムも書くことができるんですが、書くためには、メモリとか、あとは非同期処理とか、なんか並行並列みたいなすごく難しくて、すごく広い知識が必要だったりします。でもそれらを簡単に扱えるようなライブラリっていうのもラストはすごくたくさんあるので、当然ありますが、自分のプログラムに合わせた、特性に合わせたコードっていうのを、もう一から書くこともできるっていうところがラストの強みかなと思っています。で、私も、JAWM で普段コード書いてますけど、なんか、すごくそんな難しくて複雑なコードを書くことはなくて、基本的にはもうライブラに頼っているので、なんかそういう知識が、あんまりありませんでした。でも、しかし逆に言えば、このラストを使って一から書くことができれば、それらの知識を獲得するチャンスでもあるかなっていうふうにも思いました。例えばラストのよく、よく言われる問題としよく言われる問題よく言われるなんか違いとして、なんか STR とストリングの違いっていうのがよくやりやる流れなんですが、この違いを知るためには、プログラム上では文字列ってどういうふうに扱われるのかみたいな知識が必要だったり、例えばまた、先ほどのちょっと出てきたメモリアライメントについて今回自分は初めて知ったんですが、なんでこのアライメントが必要なのかとか、そこにつくパリングって何とか、で、ラストってそういう問題普段どうやって解決してんのみたいな、そういう関連知識っていうのを手に入れることができます。いろいろ学ぶことができます。で、このようなコンピューターとかプログラムに関する知識を実際にコードを書いて動かして、時には怒られてっていうことを通して学ぶことができるっていうのはすごくいい点だなと思いました。でも知識を得るためにラストを使っていろいろコードを書くと思うんですけど、すごく大きく実装が間違っている場合は、コンパイル時点で指摘してくれます。先ほどのように指摘してくれます。例えば、並列処理を行うためにはデータ競合が起きないようにロック取ったりとかちゃんとしないといけないんですけど、そういう実装をしてないと、コンパイラーがそれをちゃんと検知してくれて、ここはこういうことしないとダメだよっていうふうに検知して弾いてくれるってところで、デバッグに時間が取られるみたいな、なんで動かないんだみたいなところで時間が取られるってことがあんまりないかなと思っています。はい。で、最後の今後の展望なんですが、まだまだ自分で実装できていない機能がたくさんあるので、このミニライブ 2DRS の開発を、細々と続けていこうと思っています。で、最終的にはこのラストでライブ 2D を使えるよう、ライブ 2D が使えるライブラリの決定版みたいに風にしていきたいんですけど、現状だとかなり環境に依存したコードがあるので、これらをきれいにリファクタリングしたりみたいなところもしていきたいと思います。で、最後はなんかラストのゲームエンジンをちょっと作ってみたいなっていう野望もあって、で、これに組み込むことによって、そのゲームエンジンでライブ A2D が使えるようにしていきたいなというふうに思っています。はい。ご清聴ありがとうございました。終わります。